LGBTQ と医療当事者の経験談制作認定 NPO 法人虹色ダイバーシティ監修一般社団法人虹色ドクターズLGBTQ 等の性的マイノリティはさまざまな要因により心身の健康に問題を抱えるケースが多いと言われています。しかし医療機関でも適切な対応がされない場合があり、安心して受診し治療に取り組むのが難しい状況です。この動画ではまずは当事者の経験談を聞いていただきたいと思います。長野さん、30代、ゲイ、シスジェンダー、新型コロナウイルスに感染。ゲイとは自分を男性と自認し、男性を好きになる人。シスジェンダーとは出生時に割り当てられた性別と性自認が一致している人。はい、長野智彦と申します。年齢は33歳で、現在大阪府に住んでいます。私の性自認および、性的指向は男性のゲイです。今まで、家族や、友人や職場の人などには今まで自分がゲイであることを、明かさないまま、ずっと今までの人生を過ごしてきました。現在のパートナーについて教えてください。はい、今のパートナーとは、5年ほど付き合いをさせていただいてます。で、昨年から、一緒に同居して、暮らしています。陽性だと分かって感じたことは？まず不安が、ありました。で、その不安というのが、同性のパートナーと一緒に暮らしていることを職場の人だったり家族に伝えていなかったんですね。職場の人に自分がコロナであることを報告をした際に、濃厚接触者は周りにいるかということで聞かれたんですけども、自分がパートナーと一緒に暮らしていることを伝えていなかったので、今友人に濃厚接触者がいますということで、少しちょっと変えた形で報告をせざるを得ない状況にあったのが少しちょっと自分の中で、嘘をついている状態になっているので、そこはちょっと本当のことを言えずに報告をせざるを得なかったという状況でした。隔離生活について教えてください。もちろん外に出れない状況であった中で、職場の方に自分が一人暮らしということで、職場に報告をしていたので、食材だったりとか生活用品なんかを買い出しして運んでくれるということでご好意のご提案があったんですけども、その時にパートナーと一緒に同居していることを知られたくなかったので、断らざるを得なかったという状況がありました。困ったことはありますか？もちろん家族にも報告をしてたんですけども、離れて暮らす家族にも、パートナーがいることを伝えていなかったので、やはりその一人暮らしであるというふうに思われていたので、余計に心配をかけてしまったなというふうには思っています。近くに看病をしてくれる人がいるにもかかわらず、正直に家族に伝えることができないもどかしさというのはすごくありました。良かったこととしては、やはりその、同居しているパートナーが近くにいてくれるということは非常に心の支えになったかなと思います。もちろん職場の人からもそういった形でご好意で買い出しなんかのご提案をいただいたことはすごく嬉しかったので、周りにそのようなお互いに助け合える存在がいることはすごく心強く思ってました。かかりつけ医はいますか？定期的に何か通院をしているわけではないんですけども、相談はできるお医者さんはいます。ただそのお医者さんにも
自分がゲイであることだったりとか、パートナーと住んでいるということまでは深く個人的な情報は伝えていない状況なので、もし何かあった際は自分の状況を伝えないといけないとなった時は少しちょっと不安に感じることはあります。医療従事者に望むことを教えてください。特に周りにカミングアウトをしていない LGBTQ の当事者の方たちは、友人だったり家族、またその職場の人などに正直に状況を打ち明けることができず、その結果病院に行くことを躊躇してしまったりとか、病気であることを隠さざるを得ないケースもあると思います。なのでLGBTQ を含めて誰でも安心して医療を受けられること、そして周りの人たちが LGBTQ についてきちんと理解をしてもらえる社会になることを強く望んでいます。パートナーが外国籍で特有の困りごとはありますか？はい。今回そのパートナーもコロナの検査に行こうと病院に連絡をかけたときに日本語が、ちゃんと話せますかということで確認をされました。で在留の外国人かつ LGBT ということで、医療に、アクセスができない状況にある方も多くいらっしゃると思うので、そういった方に対しても外国人であることだったり LGBT であることを理由に病院から拒否されることがあるのかと思うと少し不安になりました。井上さん、40代、レズビアン、ノンバイナリー、乳がんを経験。レズビアンとは自分を女性と自認し女性を好きになる人。ノンバイナリーとは自分の性自認、性表現に男性、女性といった枠組みを当てはめようとしない人。名前は井上陽子と言います。年齢は46歳です。今年で付き合って22年になる同性のパートナーがいます。乳がんに気づいたきっかけは42歳の4月頃だったんですけども、朝いつも着替えている時に、ふと胸を触った時に突然今まで気づかなかったしこりに気づきました。先生もその触診とかいろいろな状況をその場で見ていただいた中で、おそらくその悪いものだろうということですぐ細胞検査、細胞診したんですけども、その1週間後結果が分かってやっぱり乳がんでした。乳がんは女性特有のがんとして扱われますが、違和感はありませんでしたか？私がなったがんが乳がんということで女性特有ということもあると思うんですけども、なんかね、まずその全摘するかしないかの判断、それと治療、抗がん剤の治療によってその生殖機能が失われますということで、今後出産する予定はありますかっていうのも聞かれましたし、でもし出産するんだったら卵子の凍結を先にした方がいいですよとか。あと抗がん剤の治療で髪の毛が抜けてしまうんですけども、それに関しても髪が抜けてしまうから事前にウィッグを作った方がいいよですとか、なんかね、その実際の治療に入るまでにものすごく女性としての準備みたいな、こういう押し付けが、私はちょっと男性でも女性でもないっていうような自分の認識なんですけども、その私でも違和感を持つんですが、世の中の女性でも、まず自分が病気になって治療が最優先だと思うのに、それまでに見た目のことだったりとか、子供を持つかどうかのことであったりとか、そういう問題を最初に突きつけられるんだなっていうのも、世の中の女性もしんどいんじゃないかなというふうに思いました。不思議だなと。パートナーは家族として扱われましたか？
そうですね。私は私が行ってたお世話になった病院は幸い私のパートナーを家族として扱ってくださいましたし、オペをしたので家族の同意書サインが必要なんですけども、それもうちのパートナーで問題なくできましたし、で入院中に大体同じ看護師の方がお世話してくださるんですけども、その看護師の方と雑談の中で私も結構オープンに話していたので、実際患者さんでもそういえばトランスジェンダーの方いらっしゃいましたとか、おそらく現場で対応されてる看護師の方はすごくもう実際リアルにそういった当事者の方を対応してるんだなっていうのがすごく分かったので、そこは安心して私自身治療に専念できる環境を整えてもらえたなというふうに思ってます。がん治療には様々な医療従事者が関わりますが、カミングアウトはどうしましたか？そうですね。ただ大きな病院ですので、入院窓口であったりとか、それぞれの説明窓口で対応する方も変わりますので、その窓口でのカミングアウトっていうのは必要でした。大体パートナーが同席してくれている時はパートナーなんですっていうふうにさらっと説明しましたし、あと入院とかも同意書とかいろいろサインが必要だったりするんですけども、このサインご家族のサインをっていう説明を受けた時にうち同性のパートナーと暮らしてるんですけども、その同性のパートナーのサインでもいいですかっていうふうにその都度確認はしてました。医療従事者に望むことを教えてください。そうですね。こういう LGBT の当事者は当たり前にいるんだという前提で患者さんに接していただきたいなというふうに思います。それだけで当事者はすごく楽に気負いなくまず治療に専念できる環境を整えてあげるっていうのが一番なんじゃないかなと思います。がんの患者会には参加しましたか？病院にパンフレットとかいっぱい置いてる中に患者の会っていうのは案内もいただいたんですけども、やっぱりそういうところに当事者の中、がん患者の当事者の中に入っていくっていうことは自分をまずオープンにするっていう前提だと思うので、私はそこにあえて行こうとは思わなかったですね。そこまでそこに行く必要性も感じなかったのかなと思うんですけども、もし行ったらもちろん自分のセクシュアリティだったりとかをオープンにする必要もあったでしょうし、そこはまた一つハードルになってるんじゃないかなとも思います。同じく乳がんを経験をされた LGBTQ 当事者の方を紹介してもらったとのことですが、どのようなお話をされたのですか？当事者の方を紹介していただいて、すごくわかるそうだよねっていうところがありすぎて、やっぱり皆さんこの LGBT 当事者でどうなんでしょう、乳がんという女性特有おそらくねジェンダーバイアスがすごくかかってるんだと思うんですけど、そこがすごくしんどい思いをしてるのは皆さん一緒なんだなっていうのがすごく共感できて、病院の入院のパジャマ寝巻きあれレンタルもできるんですけど、私レンタルしなかったんですよ。それは女性はピンクで男性はブルーだったんですね。で着心地悪そうだなっていうのもあったんですけど、それもピンクってあんまり好きじゃなくって、それもあってもう自分の自前のパジャマを持ち込んで、それもだから毎回パートナーが洗濯物を入れ替えて持って帰って持ってきてくれてってやってくれてましたね。土肥さん、60代、レズビアン、トランスジェンダー、骨折とホルモン投与について。レズビアンとは自分を女性と自認し女性を好きになる人。トランスジェンダーとは出生時に割り当てられた性別とは異なる性自認を持つ人。土肥月です。よろしくお願いします。京都で公立高校の教員やってます。で、セクシャリティは、トランス女性
で、多分性的指向はレズビアンかなというふうに本人では思ってます。治療の時に嫌なことはありましたか？だから本当一番初めですよね。入り口のハードルが高い、敷居が高いんですよ。はい。で、そこの敷居さえ乗り越えれば、なんとかなるんだけども、結局、カミングアウトせんといかんのや、っていう、それですよね。でもね、他のお医者さんなんですけども、こんなこと言いましたね。何回か通ってて、で、そこの病院、カルテによって最近、電子カルテじゃないですか。電子カルテのところの、アバターがついてるんですよ。で、それ嫌とか、ちょっとブツブツって言うたんですよね。で、それからしばらくして1ヶ月か2ヶ月していったら、アバター消えてたんですよ。で、これね、お医者さんが、気がつきました。ここ、と言って教えてくれて、これ、ダメだよねって思ったから、病院で言うたんです。で、亡くなりました。はい。だからやっぱりお医者さんたちも、不利益にならないように、不必要なことは、しないっていうふうな、今そういうのは、機運は多分あるのかなと思いますね。ホルモン投与にあたり、ご家族にお話しされましたか？ホルモン投与により、自認する性別への身体移行をサポートすることができます。だって嫌でしょ？やっぱり相手の性別変わると。で、すごく健康体に生まれてて、で、それを医療行為をするっていうことは、言うてみたら体のバランスを変えていくわけで、不健康になる。で、それこそ、ホルモンやって、うつ状態になるような人も別にいないわけじゃないですし、いろいろとバランスが崩れますので、そういうふうなことも私心配もされたし、だからやっぱり、家族とは時間かかりましたよね。で、最後はね、私の許可を取るなって言いましたね。だからその結果起こる不利益は全てあなたが責任を取りなさい。で、私には責任はない。そういう形でね、医療の方に行ったんですけどね。職場の健康診断はどうされていますか？もちろんだから、書類上の性別を変えちゃったら、そういう面倒くささっていうのはなくなるんですけども、そのために変えるっていうのもいかがなものかという気がしますし、私っていう人間は変わらないので、変わらないのに書類で変わるっていうのも違う気がするし、っていうことですね。あと健康診断で言うと、特に血液検査なんかはあれなんですけども、最近はあんまり男性女性で、多分標準値は変わらないのかな。でも、かつてはね、肝臓の値とかすごい大事じゃないですか。生活が生活なので。ただ、そこで、男性女性で変わると、これ高すぎますって言われても、女性だと正常値だったりするわけですよね。で、私の体はもうすでに男性の体ではないですね。完璧にいじくってますので。かというと、じゃあ女性かっていうとそれも違うので、そういうふうな私の体をどちらかに当てはめて判断をするっていうのは、とても自分にとっては不安ですよね。私の体は私の体で完了していきたいんだけど、そのどちらかしかないっていうのはちょっと困ってるかなっていう気はしますね。トランスジェンダーとして医療に臨むことを教えてください。今日本では全部書類上の性別。それこそ私が大部屋に行くっていう時に男性の方しかダメっていうのが法律の問題なんです。だからそういう法律上の性別で全てが動くような状況があるとすっごくめんどくさいですね。だから書類とは別に現在の、体の状況とか現在のトランスの状況なんかで実はその辺が余地ができるならばとても助かるし、そして例えばそうですね、ホルモンの保険適用とかやっぱし、必要でしょうね。医療にアクセスしやすくなることによる弊害っていうのが実は言われることもあるんですよ。で、それはそれで分からんわけじゃないんですけども、でもやっぱり必要とする人のところにはね、それが安心して届くっていうことですよね。はとても大事だと思いますね。だから医療ってね、一枚岩ではないですから、様々な
段階っていうか、例えばお医者さん、それから看護師の方、それから実は受付の方ですね。他にもたくさんの方が病院で働いておられて、本当にその一枚岩では語れないんですけども、私は今まで本当にラッキーでした。本当にいろんな人たちが、私があんまり不自由がないように、不快な思いをしないような、そういうふうなことをやってくださったんですよね。そういうふうな私への様々なケアっていうのが、重荷にならないような体制ですよね。それをすることがその人たちにとって、実は負担がかかることであったら、それはやっぱすごく悪いなと思うので、そういうようなケアが当たり前のこととして負担にならないような、体制っていうのが全体としてあることですよね。だからそこには例えばその病室の問題も、それから保険的な問題もあるし、で、例えば研修をして理解を深めましょうなんていう話もすっごい今のこの状況でね、負担じゃないですか。だからなんかそうではない、ことですよね。なんかそんなんがあるといいよなと思いますよね。本当に、感謝してるからこそそう思いますよね。医療とトランスっていうのは相性がなかなか悪いっちゃ悪いんですけども、でもそして性別を変えるために医療が必要と私は思ってないんで、全く思ってないので、ただ私は性別を変える中で自分の体との対話をする中で、医療をツールとして自分がよりなんていうかな、満足する生活をするために医療っていうものを使ってるわけなんですね。ですから自分がよりQOL の高い医療を受けようとするならば、自分はもちろんカミングアウトが必要ならばカミングアウトしますし、でそのカミングアウトが無駄にならない、つまりこういうふうにしてほしいっていうことが言える状況があれば、そしてそれをわがままと感じずに、過剰な要求はわがままかもしれませんけども、リーズナブルな合理的な要求は、それはもちろん調整の対象、まさに合理的配慮なんですけども、リーズナブルアコモデーション、ですよね。というのをしていけば、個々のケースでしていけば、それは解決できるのかなっていう気がします。3人の LGBTQ の医療における経験談を聞いていただきました。人口の数%はいると言われている LGBTQ も安心して医療機関に行けるよう、それぞれの場所でできることを考えていただけると嬉しいです。大阪天満橋にある常設の LGBTQ センター、プライドセンター大阪は LGBTQ に関する情報、交流、相談の場を提供しています。ぜひ気軽にお立ち寄りください。